包丁の鋼材はね、指で押さえた真下が研げますと。表8割、裏2割ぐらいで。はい、包丁の研ぎ方ということで、今日はね、最初にこれ、包丁についてね、本焼き包丁とか、あとこれね、霞の包丁だとか、紹介して、あと包丁の形について、これはこういう包丁ですなんて、お話をした後に、砥石について、高温で焼いた砥石もあればね、低温で焼いた砥石もありますし、あと水にね、つけずとも使える砥石があったりと、砥石もいろいろあるので、砥石についてお話をして、その後に包丁の研ぎ方を紹介しようかと思うので、今日はね、かなり長い動画になると思うので、必要なところだけ、ご覧くださいと。最初にね、お知らせがありまして、僕はね、包丁はこの広報っていうね、メーカーのものと水深、この2つのメーカーの包丁しか使わないんですけれど、僕はね、この水深さんに若い頃から非常にお世話になっておりまして、でおかげさまでね、 YouTube から包丁に関する問い合わせが非常に多いと、そんなお話を水深さんにしたところ、水深さんがね、銀座あたりのショップをね、ネット上に作ってくれまして、 URL を概要欄に貼るので、そこからね、問い合わせいただければ、銀座あたりおすすめの包丁がね、買えるようになっていますよと。そこでね、扱っていない包丁も問い合わせフォームからね、こういう使い方したいんですけど、いい包丁ないですかとか、こういう鋼材のね、こういう包丁欲しいんですけどありますかとか、問い合わせをいただければ可能な限りね、対応いたしますので、よろしくお願いいたします。まずはね、包丁の焼き方について紹介しようかと思います。包丁の焼き方といえば、これね、本焼きという焼き方と、霞というね、焼き方と、2種類にね、分けることができますと。霞っていうのはね、これね、この表と裏とで2枚の鉄をね、合わせた包丁ですんで、だからね、その合わせ目が、ここのね、刃に現れている包丁と。本焼き包丁というのは、鉄をね、合わせた包丁ではなくて、1枚の鉄を打って伸ばした包丁ですと。霞の包丁と違って、このね、刃に合わせ目の出ない包丁です。どちらがいいのかっていうのはね、それはもちろん値段の違いもあるんで一概には言えないんですけれど、基本的にはね、本焼き包丁の方が固く焼きが入るなんて値段は高価だったりしますかね。刃文っていうのは、これね、本焼き包丁のうねうねっとした後のことを指す言葉ですと。この本焼きのこのうねうねっとした後って何なのかというと、これね、霞の包丁はこれ表がね、柔らかい鉄で、裏がね、硬い鉄っていう、この2つを合わせることで、この包丁にかかるね、衝撃を吸収するっていう構造になっているんですけれど、こっちの本焼きはね、1枚の鉄で焼いているので、衝撃をね、吸収する場がないと。衝撃を吸収しないとね、包丁が折れやすくなるので、ここにね、泥を塗って焼きに差をつけて、こっちのね、峰側を多少焼きを甘く入れるという作りをしてるんですよ。その時にね、この温度の入り方に差が出るんで、ここにね、刃文が現れますよと。で、どうしてもね、これね、刃文はね、使っていくうちに見えにくくなっていってはしまうんですけれど、包丁によってはね、こんな感じでね、ここからうねうねうねっときて、ここにね、富士山の形をかたどったような刃文を入れた包丁もあったりしますよと。さらに言うとね、この本焼き包丁っていうのは、これ水焼きと油焼きに分かれていて、水焼きの方がね、これ急激に温度が下がるので、固く焼きが入りやすいと。ただその分ね、水焼きは焼きにくいので、高価になりますなんてね、そんな話もあったりしますかね。包丁の焼き方はこのぐらいにしまして、続いてね、包丁の種類についてちょっとお話ししますと、まずね、この4本はね、全て刺身包丁と言われるものですと。上3本は柳刃と
呼ばれる包丁で、これなんかはね、10年ぐらい使ってるんで、30センチぐらいあったんですかね。それがだいぶ短くなって今この長さになってますと。このね、包丁はフグ用の、薄作り用のね、フグ引きなんて呼ばれる包丁でして、これね、何が違うのかというと、こうやってね、見比べると、刃のね、厚さが違うんですよね。このフグ引きの方が、刃がね、随分と薄く作られていまして、でフグってね、薄作りというぐらい、皿のね、柄が透けるぐらい薄く刺身を引くじゃないですか。でその刺身を薄く引くのに、この包丁がね、薄い方が引きやすいということで、フグ引きはね、こういった作りをしていますかね。続きまして、さっきはね、刺身包丁、刺身を引くための包丁を紹介したんですけれど、この2本はね、魚をさばくのに使う包丁、なので丸の状態から柵に取るまで使う包丁ってイメージですかね。皆さんご存知だと思うんですけど、出刃包丁、結構厚みがしっかりあってね、魚の頭割ったりだとか粗い使い方にも対応できる包丁でして、これがね、僕が動画内でよく使っている包丁なんですけど、これはね、出刃包丁に比べて厚みがね、全然ない包丁なんですよ。形は出刃包丁みたいな形してるんですけど、上から見ると分かりやすいんですけど、こっちの包丁はね、厚みが全然ないんですよ。でこの薄いのがね、僕は結構使いやすくて、アジだとか小肌だとかね、ちっちゃい魚をさばくのには僕はね、この包丁使いやすいと思っていて、これはね、船行きと呼ばれる包丁ですね。厚みを抜いた見下ろしとかアイデバーなんて包丁もあったりするんですけれど、 YouTube のコメント欄なんかでは圧倒的に問い合わせが多い包丁ではありますかね。最後ね、出刃包丁と刺身包丁以外の包丁で使うのはこの2本ぐらいで、こっちはね、薄刃っていう野菜用の包丁と、野菜の皮むいたりだとかね、つま打ったりする時に使う包丁で、あとこっちはね、ハモ切り、ハモの骨切りに使うね、厚みのあるしっかりした包丁といったぐらいですかね。包丁の形による説明はこれぐらいですかね。続いてね、これ包丁の鋼材についてね、お話しすると、これね、包丁の鋼材はね、白紙とか青紙とかね、あとステン系の銀酸とか、いくつかあるはあるんですけれど、特にね、今回はこのね、白紙と青紙についてお話ししようかと思うんですけれど、そもそもね、どっちも柳刃で尺1っていう大きさなんですけれど、焼いた人が違うのでね、一概にこっちがこうこっちがこうとね、比べることはできないんですが、白と青って何が違うのかっていうと、青紙っていうのはね、白紙にクロムとかタングステンを加えてちょっと粘りを出したような鋼材なんですよ。白は青紙に比べてね、粘りが少ない分パリッとした刃がつきやすいなんてね、言われていまして、僕の感覚なのではっきりとしたことはね、ちょっと言いづらいんですけれど、印象としてはね、ほんとね、白の方がなんか吸い付くようにね、バリバリバリ、今包丁で刺身切ってるなっていう感じの切れ方をしますと。青の方はね、食材にね、こうね、スーッとね、滑らかに刃が入っていくっていうか、切ってる感覚がしないっていうのかな、そういった印象を受けますかね。ちなみにね、このね、青紙に関してはちょっとね、ここをね、先をぶつけてしまって欠けているんで、最近はね、現場ではほとんど使っていないんですけれど、年内のね、仕事が終わったらこれね、一から荒戸から研ぎ直して、来年からね、また現場で使い出そうかなと思っていたりしますかね。砥石についてお話ししますと、砥石というのは、それぞれね、番号がついていて、これ600番とか、1500、2000、8000と、基本的に番号が上がっていくほど、このね、目が細かくなっていきますよと。で、大体ね、1000番以下が荒砥って呼ばれていて、1000番から2000番の間ぐらいはね、中砥なんて呼ばれていて、それ以上が仕上げ砥と。でそれぞれね、どういう時に使うのかというと、このね、荒砥っていうのは
包丁が欠けた時だとか、あとはもうね、1年研いでない、刃が丸まった包丁を直す時だとか、あとなんか変な形になった包丁をね、直す時だと。これに関してはね、日常で使うってことはね、まずない砥石ですかね。一番よく使うのがこの中砥。中砥に関しては、出刃包丁だとか、あと薄刃だとかね、そういった包丁を研ぐのはこの中砥で研いでいますし、あとはね、柳刃もこれ中砥当てるんですけれど、僕の場合はね、柳刃は、毎日使ったら必ず研ぐようにしていまして、柳刃に関してね、これ中砥と仕上げとどれぐらいの頻度で使うのかというと、仕上げとは毎日当てるんですよ。中砥に関しては3回に1回ぐらい中砥で刃を出して、仕上げ砥で仕上げるというイメージですかね。1日の終わりにね、仕上げは必ず当てますし、1回ぐらい使うとね、どうしても刃が落ちてきたタイミングで、1500番ぐらいの中砥でしっかりと刃を出して、徐々にね、番号、2000とか3000、5000、8000ぐらいまで、徐々に番号を上げて刃をきれいに整えていくと。ちなみにね、砥石ってね、焼き方で、大きく3種類に分けられていまして、この砥石なんかはこれね、固めた後に高温で焼いた砥石、こっちはね、固めた後に低温で焼いた砥石で、高温で焼いた砥石はね、比較的こういう荒砥に多いイメージがありますかね。これ黒幕っていうね、多分皆さんご存知だと思うんですけど、シャプトンの黒幕という砥石なんですけど、この砥石はね、セメント系というか焼きを入れてない、圧力で固めただけの砥石と。それぞれ何が違うのかというと、このね、高温で焼いた砥石はね、結構水につけて水を吸わせてから使う砥石が多くて、こっちのね、低温で焼いた系と、あと焼いていない系、これはね、水をつけずともすぐ使えるなんて、それぞれね、でも本当にメーカーによって出してる商品で特徴が違うので、多分ね、取扱説明書に正しい使い方になるものが載っていると思うので、それをね、参考にした方がいいのかなと。結構ね、年配の職人さんなんかは砥石ね、水につけたまんま保存する人とかいらっしゃるんですけれど、基本的にね、このね、焼いてない系のセメント系の砥石とか低温でね、焼いた砥石っていうのは水につけとくとね、脆くなるなんて説明がされてるんですよ。基本的にはね何でもかんでも水につけて保存するっていうのは、おそらく、年配の職人さんの勘違い。昔はこのね、高温で焼いた砥石がほとんどだったんで、こういう砥石はね、水につけて保存してもいいと思うんですけれど、最近主流の砥石でね、水につけて保存するっていうのはね、おそらくは何かしらの勘違いが生じているんじゃないかなと。買った砥石の取扱説明書をよく読んで、それから使ってくださいと。いよいよ包丁を研いでいこうかと思うんですけれど、砥石ね、これ軽く濡らして研ぐんですけれど、なんとなくね、こう包丁を砥石に当てて、こう上下すれば包丁が研げるというのは皆さんわかると思うんですけれど、じゃあまずね、砥石のどの位置で研ぐのかと。基本はこの砥石のこの真ん中のあたりを使ってこう大きく研ぐって、こういう研ぎ方がまずは基本だと思うんですけれど、それをやると砥石ってね、当然真ん中で研げば真ん中がすり減ってこう砥石が反ってきちゃうんですよ。まずは使う前にね、必ず砥石を平らにしてから研いでくださいと。平らにするにはね、こうやって砥石同士をこう擦り合わせる人もいますし、砥石の面直しって言ってなんていうのかな、デコボコになった面直し専用の砥石も売ってたりするので、お好みで好きな方を使ってくださいというのが、基本です。砥石もずっとね、同じ向きで研いでると同じところだけが減っていくので、たまにね、上下を返して使ったりすると、デコボコが少なく使えたりもしますかね。これが一般的な使い方だと思うんですけれど、人によってはね、
研ぐの慣れてきて、その砥石がね、真ん中だけ減るのがもったいないって感じる方は、砥石を上半分と下半分に分けて、例えば、こっちのね、上の方だけで今回は研ごうとか、じゃあ前回上の方使ったから、今回はこっちのね、下の方だけ使って研ごうとか、どうしてもね、この端っこは、当然こういう角度で包丁当てると端っこがね、使えないから、じゃあ切っ先をね、研ぐときは、端を使おうだとか、こういう使い方をする方もいます。これね、ただ、もしね、端で研ぐ場合は、かなり慣れた人じゃないと、このね、こっから包丁が抜けた時に、砥石と包丁の間に指が挟まって、結構ね、派手に切るので、だから、この端を使って研いで、砥石をね、ほとんど面直しせずに使おうとするような場合は、かなり研ぎに慣れてからじゃないと、難しいので、この自分の技量と合わせて自己責任で、研いでくださいと。だからあんまりね、ケチケチして、端使ってね、指怪我したとかだと、その怪我するね、損の方が大きいとは思うので、基本的にはこの真ん中を使ってね、大きく研ぐといいのかなとは思うんですけど、いよいよどうやって包丁を研ぐのかというお話なんですけれど、包丁っていうのは大きくね、構造が2つあって、直線的な構造と、こっち側の反りのある構造と2つあって、当然ね、直線的に刃を作るのと、弧を描くように刃を作るのは研ぎ方が違うので、意図的にね、弧を作れたり、まっすぐ研げたりしたら、思い描いてる包丁の形に研ぐことができます。そのためにね、ポイントが3つあると僕は思っていて、1つ目は、包丁というのは基本的にはこの指で押さえた真下が研げますと。たまにね、こうやって押さえて包丁研ぐ人いるんですけれど、ちょっとね、この研ぎ方は僕はね、やったことがないので、こうやって研ぎたいって方は、この動画は何の参考にもならないんですけれど、まず研ぐときは基本的に包丁と一緒に当てて、だいたいこの指3本ね、押さえて、上下に動かすと思うんですけれど、その際に、このね、押さえた真下が研げると。しのぎ筋ってこの包丁の刃の始まり。このラインを研ぎたかったら、このラインの真裏に指を置いて、そこを押しながら研ぐと、しのぎ筋を作ることができます。実際にね、包丁をこの切る部分、切り刃の部分、ここを研ぎたかったら、切り刃ギリギリを押さえないとならないと。ここっすよね。このギリギリを押さえて、こうやって包丁を動かしていけば、この切り刃の部分、実際に、食材を切る部分が研げます。なんとなくね、闇雲にこの辺に置いて、最初はね、研いでしまうと思うんですけれど、実はこれは本当は刃がついてなくて、本当に刃をつけようと思ったら、最後はね、このギリギリを押さえて、包丁を研がなければならないと。まずこれがポイントの1つ目ですと。続いて、じゃあポイントの2つ目。直線的な構造を作るのと、弧を描く構造を作るのとは、研ぎ方が違いますと。これはね、結構単純な話で、例えば、このね、切っ先の方の、この弧を描くような形を作りたかったら、包丁をね、上下に動かしはするんですけれど、この上下の運動の中に、このね、右手の手首を使って、円運動を入れてあげると。なんでこの円運動を入れると、包丁がね、反った形になるのかというと、円を描いた時に、刃のね、内側と外側だと、外側の方が、この砥石の上で走る距離が長いと。だから走る距離が長い分、包丁がすり減るので、自然と先に向かって弧を描いた構造になりますと。直線構造に刃を作りたい場合は、この右手の手首を固定して、円運動を入れずに、ただただ上下に動かすと。直線運動をすれば、
こっからここまで走る距離と、こっからここまで走る距離が変わらないので、包丁はこういうね、切っ先のような弧を描いた構造ではなく、まっすぐな構造になりますと。そう、だから、ポイントの2つ目は、弧を描くような包丁を作りたかったら、上下運動の中に右手の手首を使ってこう円運動を入れてあげると。直線の構造を作りたかったら手首は固定したまんまでこのね上下の運動だけにすると。これが、ポイントの2つ目ですね。ポイントの3つ目はね、これ研ぎ方に関する話なんですけれど、基本的にみんなね切っ先からね研ぎ始めて、研ぎの運動の中でゆっくりゆっくりねこう左手をスライドさせていくと思うんですよ。こう一番最後ねこの顎の位置まで来たら、今度この運動からこう戻っていって、研ぎを終える方が多いとは思うんですよ。この時の注意点なんですけれど、例えばね2回ずつ全体を研いだとするじゃないですか。だから1、2でちょっと移動して、1、2、1、2、1、2と。そうすると、これね、2、2、2、2、2、2、2、2と研げていくんですけれど、ここでね、最後一番顎まで来て、1、2と研いだ時に、こっちにね、戻っちゃうとするじゃないですか。そうすると、何が起こるのかっていうと、2、2、2、2、2、2、2ってきて、その後にこっちに戻っちゃうと、2回しか研いでないのに真ん中だけ4回研いじゃうんですよ。で、切っ先でも同じ現象が起こって、例えば、2、2、2、2、2、2、4、4、4、4、4、6、6、6、6、4、で、8、8、8、8。このね、顎の部分と切っ先の部分って、研ぐ回数がね少なくなりやすいんですよね。それを防ぐためにはどうするのかっていうと、感覚的には切っ先と顎は倍研ぐイメージ。だから1、2、3、4で1、2、1、2、1、2、1、2、1、2で、ここで戻らずにもう一度、3、4と研いでいくと4回4回で間が2回全部で、ここから戻っていけば全部が4回研いだことになると。こうすると切っ先の研ぐ回数、顎の研ぐ回数とこの刃の真ん中の研ぐ回数が同じになるので、真ん中だけ、研ぎすぎたような、包丁にはならないと。なんで真ん中だけ研ぎすぎるといけないのかというと、当然ね研ぐ回数が多ければ刃は減っていくので、そのさっき言ったように2回2回で4回研いでしまうと、顎と切っ先だけ刃が残って真ん中の刃だけ減ってね、こうなんていうのかな、逆に弓を描いたような構造になるんですよ。包丁というのはこうまな板に押し当てて切るんですけど、真ん中がねこの辺りが浮いた包丁になってしまうと。でここが浮いちゃうと当然ながら物が切れないと。だから千切りとかした時にね全部そこでつながってるみたいな、そういった作りの包丁になってしまうので、我々はそれねつるっ首って呼んだりとかするんですけど、そういったね構造にしないために切っ先と顎の部分は意識して、倍研ぐイメージですよね。本当は同じ回数研いでるんですけど、感覚的には倍研ぐようなイメージで研ぐと、包丁の構造が壊れずに、綺麗にね長く使うことができますと。これがポイントの3つ目ですね。以上3つがね、僕が包丁を研ぐ時に意識していることなんですけれど、一体ね包丁ってどういう形に研ぐのがいいんだと言いますと、人によって意見は様々だと思うんですけれど、僕のね理想はね、買った時の形を維持したまま研いでいくと。なんでかっていうと、包丁ってね上から見ると分かるんですけど、刃元の方が金属が厚くて、でだんだんね先端に向かって薄くなっていくんですよ。
まあこのね、薄くなっていくことによって、こう包丁をね、物を切った時に最後、抜けが良くなって包丁が走ったりするんですけれど、あとはまあこの重心があったりするんですよね、包丁って。で、この重心だとか、この刃の厚さだとか、そういうのを考えた上で、このね、しのぎ筋と切り刃のバランスが決まってるはずなんで、我々がね、あえてそのバランスを崩す必要はないんじゃないかなと。その包丁を作る人たちが考えて作ったバランスを維持するのが、なんか僕はね、理想かなと思っているので、こう結構多いのが、変にね、全体にこう描いたような柳とか、あとこのしのぎ筋がなんか刃がだんだんこう狭くなっていっちゃってる柳とか結構ね見かけるんですけど、まあちょっとね話がそれるんですけど、まあこれはねそこまで使い込んではいない柳で、まあ多分ね減っていたとしても5ミリぐらいしか減ってないと思うんですよ。こっちはねおそらく5センチ近くはもう使い込んで減った柳なんですけど、こっちの柳って随分この切っ先が上に反り上がってるように見えるじゃないですか。あえてこう上に上げたわけではなくて、この短く減っていくにつれて、これ当然ね、この峰の部分が柳ってこう下に向いた構造をしてるじゃないですか、最後。なんですけれど、減っていくにつれてこのね、下がりがなくなっていくんで自然と切っ先が上に向いてしまいますよと。切り刃のね、幅を維持しながら包丁を使っていくと、短くなれば自然と切っ先は上に向いてこういった形になっていきますよ。これはねあえてこう切っ先を上に向けたんではなくて、峰の形に沿ってこのしのぎ筋を作っていくと自然と最後切っ先はこう上にね向いた構造になります。包丁の元々の作りを維持して使っていくのが、僕の中では理想かなと思っていたりはしますかね。ここまで説明して最後ね、じゃあ実際にどこから研いでいくのかと言いますと、僕の場合よ、あくまで。僕はね、これね、まずは、しのぎ筋を作りますと。しのぎ筋っていうのはこの刃の始まりね。まあこのしのぎ筋の形をしっかりと決めることで、包丁の刃全体の形が決まると僕は思っているので、まずはこのしのぎ筋の、真上に指を置いて、包丁を研いでいきますと。まあこれね、もう何回か研いじゃったんで分かりづらいんですけど、包丁をね砥石に当てると多分その面が削れて光ってここが研げたなと分かると思うので、しのぎ筋の形がね綺麗に出たなと思ったら、今度は、しのぎ筋よりちょっと下に指をずらしてその面を研ぎますと。この辺りまで研げてるはずなんですけれど、これね全体にムラなく研げたなと思ったら、本当に食材を切るこの切り刃の部分よりちょっとだけ上を押さえて研ぎますと。つどつどでこう確認して、全体にムラなく砥石に当たってるなと思ったら、最後いよいよこのねギリギリの、実際に食材を切る部分、この切り刃の部分を、砥石に当てて研ぎますと。全体にしっかりと砥石が当たったなと思ったら、そこから初めて今度裏を研ぎますと。包丁っていうのは、表8割裏2割ぐらいで研げなんて言われたりするんですけれど、これはね理由がありまして、ちょっとこの包丁はもう10年近く使っているので分かりづらいので、別の包丁でね説明すると、和包丁の裏ってこれね食材が張り付かないように、ここの裏すきって言ってね真ん中がへこんでいて、この峰とこの切り刃の部分、この2箇所しか砥石に当たらなくなってるんですよ。本焼きの場合はね裏表同じ金属でできているからいいんですけれど、こういうね霞の包丁っていうのは裏に硬い金属があって表は柔らかい金属がくっついているので、裏の硬い金属がなくなると包丁の寿命が来ちゃうんですよ。裏をねいっぱい研ぐと、この実際に食材を切る硬い鉄の部分がなくなってしまいますし、この食材が張り付かないようにね、この裏をあえてこのラインでねへこませているのに、この裏すきがなくなってしまうので、食材がね切った時に張り付くような包丁になってしまいますと。この裏の硬い鉄を残すというのと、あとこの裏すきね、
食材が張り付かないようにあえて作ったこのへこみを残すために、包丁の裏っていうのは研ぎすぎないようにすると。表をね、だいたいこれを8回ぐらいこう砥石に当てたなら、裏は1回か2回、そのぐらいしか砥石に当てないようにすると。そうするとこのね、裏すきも維持しつつ、刃の角度も維持しつつ、この反りも維持しつつ、包丁を使うことができるんではないかと。裏はね、これね、この真ん中を押さえるというよりは、この実際に食材を切る部分、切り刃の部分をギリギリを押さえて包丁を研げば、綺麗に包丁を使えるんじゃないかと思いますかね。人によってはね、最後ね、こうやって全体に包丁を引いて仕上げるって方もいますかね。この辺はね、手の動かし方の癖が違うので、自分でね、こうやったら切れるようになったというのを、見つければいいんではないかなと。ではこれ実際にね、包丁が切れるかどうかは、食材切るのが一番分かりやすいは分かりやすいんですけれど、例えばね、こうやって親指で触ってみて、でこれ当然ね、親指をこっち側にこの刃に向かってこういう運動をすると親指切れるので、こっちね、こう刃に向かって垂直にちょっと当ててみて、指紋に引っかかるようならだいたいね、切れる刃がついているかなと。爪に当ててみて、この引っかかるような感覚がある、爪の上で滑らないような刃がついていれば切れるって確認する人もいたりしますかね。ここまでがね、研ぎの基本なんですけれど、この他に最後ね、糸引き刃という刃の付け方がありまして、糸引き刃って何なのかっていうと、これはね、例えばこれキンキンにね研いだ状態の包丁の切れ味が10だとすると、鋭角に研いでる分耐久性は1とか2しかないんですよ。あえてね、切り刃ギリギリを鈍角にすることで、10だった切れ味を8とか7とかちょっと落として、その代わりね、この耐久性を3、4、5と上げるっていう刃の付け方でして、だからこれはね、料亭だとか1日に何十人前みたいに刺身を引いたりだとか、仕事量の多い人がやる刃の付け方なんですけれど、結構単純でして、普通は包丁って砥石に対してね、この素直に押さえた角度で当てると思うんですけれど、ここでね、包丁をこうね、ちょっとだけ立てて力をほとんど入れずに砥石の上をこう触らせるというか、撫でる程度に刃をつけるつけ方。だからここでね、力入れて研いじゃうと、せっかくつけた刃がね、全部落ちてしまうんで、刃を落とさないように本当に砥石の表面に優しく当てるといったイメージですね。こうすることで、もちろん切れ味はね、多少は落ちるんですけれど、そのままよりも長く切れるようにすると。これはでも正直仕事量の多い板前さんのやる包丁の研ぎ方と。最後のね、この糸引き刃についてはちょっとマニアックな刃の付け方なんですけれど、こういう仕事もあります。この動画がね、皆さんが包丁を研ぐ際の何かの参考になりましたら幸いです。研ぎ終わった包丁の手入れなんですけれど、クレンザーでもいいんですけれど、僕はね、これコルクに、この砥石と包丁の削ったこの液全体を磨くようにしていますかね。クレンザーでやる人も多いんですけれど、クレンザーだとね、若干粗いかなっていうのもあって、でこの刃につけたこの番手とこのね砥石の番手って一緒なはずなので、こうするとね、包丁の面が
綺麗に整うのかななんて思ったりしますかね。包丁の柄についてなんですけど、包丁の柄ってね、意外と洗う人って少なくて、なんか洗剤でちょろちょろって洗って終わりにしちゃう人が多いんですけれど、これね、包丁の柄って洗わないと結構ね、茶色くなってくるっていうか、黒ずんでくるんですよね。あれがね、この黒ずんできたのが、まあ人によっては年季が入ってるって見えるのかもしれないんですけど、僕はね、なんとなく絵が綺麗な方が好きなので、絵はこれクレンザーをちょっと垂らして、この包丁を磨いた後にコルクで一緒に磨いちゃいますかね。この辺はね、まあ、洗剤で洗えば綺麗になるよなんて意見ももちろんあると思いますし、あえてこう削んない方がいいよっていう人もいるかと思うんですけれど、これ磨きたくなっちゃうんですよね。全体を水洗いして、まあ、包丁の手入れは完了と。磨くとこんな感じでね、包丁だいぶ綺麗になるかと思うので、全体に綺麗になったら研ぎが終わりですかね。包丁によってはね、鏡面仕上げって言って、こういうピカピカに光ったような仕上げの包丁もあるんですよ。こういうのはね、それ用の研磨剤が売ってるんですよね。まあなんかね、車の表面磨くようなコンパウンドとか使う人もいるんですけど、僕はね、これね、鏡面職人っていうね、包丁用のなんかクレンザーみたいなのが売ってるんで、まあそれね、鏡面職人は概要欄にね、貼っとくので、まあ興味があったら、そんなにね、高いものでもないと思うので、包丁磨くと、まあこれね、まあピカピカになりますよと。まあもちろんね、この霞と本焼きとで包丁の硬度が違うんで、本焼きほどは光らないとは思うんですけれど、まあ結構ね、その鏡面職人使うと、この辺はピカピカになるので、まあよかったら、試してみてください。ということで、まあだいぶ長くなったかと思うんですが、包丁のね、研ぎ方、以上でございますと。ではでは、失礼します。